本日もお疲れ様です。お米チャンネルマイカです。やっほー。今回は癒されるグリーンをね、テーマカラーにリポータースタイルでお届けいたします。毎回テーマカラーに合わせて背景のお洋服とか壁とか変えてるんですけど、気づいてたかなお洋服をね、紹介する動画撮ってほしいですって言っていただくことがあるんですけど、私は流行りに敏感なわけではなくて、ただただ昔からお洋服が好きで、長年連れ添っているアイテムが多いので、最新のファッションみたいな参考にはならないかなと思うんですよね。古着が多いし。でも自分の好きなこういうネイルも含めてファッションを褒めていただけたり、興味を持っていただけるのはとっても光栄です。はい、嬉しい。ありがとうございます。本日のトークテーマは病気についてなのですが、実は最近メニエール病っていう病気になってしまいまして、まずなぜそうなったのかっていう経緯と、今後の活動どうするのっていうお話はさせていただきます。でも私こんな病気になったんです、大変なんです、そういうのを言いたいわけではなくて、こんな病気あるんだ、これって気をつけないと誰でもなっちゃうんじゃないのって、自分がこの体になってみてすごく勉強になったことが多かったので、一人でも多くの方に同じ経験をせず健康で過ごしていただきたいと思い、自分の体調についてお話ししようと思いました。しくじり先生的な感じで聞いていただければと思います。みんなね、私みたいになるなよみたいな感じです。あとは私のチャンネルの視聴者様、伊豆の皆様はとってもね、優しい方ばかりなんですよ。体調が良くないとか、すごく落ち込むことがあってメンタルがやられているっていう時とかも、それを発信すると心配をねかけてしまうなって思って、日常をつぶやいている SNS でもマイナスなことって言わないようにね心がけてるんですけど、この病気になったことはマイナスではなくて、むしろ今なってよかったってプラスに考えているので、少しでも誰かの役に立つような内容になればなって思って発信しています。ということで、こっちかな。メニエール病とは私の体に起きたこと、これからの YouTube 活動について、みんなも危ない生活する上で注意すべき点、その他雑談多数でお送りいたします。今回は早速本題に入りまして、まずメニエール病を知ってるよっていう方どれくらいいら
らっしゃいますか？どれくらいいますか？なるほど。ふむふむ。私はね、知りませんでした。私が初めてお医者様から聞いたとき、メニエール病、メニエール、美女と野獣、美女と野獣あれルミエールだっけみたいな、そんな風に思いました。メニエール病っていうのは実は2015年まで指定難病とされていた病気で、主な症状はめまい、吐き気、聞こえにくい、耳鳴りなどを伴う発作が繰り返し起こる耳の病気です。調べてみると30代から50代の女性に多く見られるって出てきたりもするのですが、そんなことないらしく、実際私はお医者様に男女比率にすごく偏りがあるわけではないとか、今若い方に多いんですよって言われたんですね。そもそも難病っていうのは発症の原因が明らかではなくて、治療方法が確立されていない希少なもの、長期にわたる療養を必要とする病気のことだそうです。実は私の母、マイマミーは難病も持ってるんですけど、症状が出ると写真を撮ったりとかデータをね取るんですって。同じ症状の人が少ないと薬を作るためのデータも少ないから、そうやって情報を貯めていくっていうことが必要なんですよね。ではメニエール病が指定難病から外れたっていうことは、治療薬が研究開発されたイコール、それだけ多くの人がメニエール病にかかっているっていうことだと思うので、今この動画を見てくださっている誰もがなり得るっていうことです。ちょっと脅してるみたいになってるけど、でも原因を調べると、過労や睡眠不足、ストレス、または悪天候などが引き金となり症状が現れることが多いと言われていますって出てくるので、そう聞くとみんなもなりそうでしょ。なりそうでしょ。本当に。ただ私もね、急にはいメニエール病ですってなったわけではないんです。今ね、動画撮ってて大丈夫なの？耳聞こえてるのって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、順番にねお話しますね。はい、ちょっと体勢を変えました。離れちゃったけど、遡ること花粉症ピークの季節、朝起きるととても天気が悪くて、雨も風も強い日でした。気圧のせいか耳が詰まった感じがするな、なんか聞こえづらいなって感じたのですが、翌日にはその異変に慣れてきたので、すぐに治るだろうって思ってました。さらに翌日、とても天気が良くてお散歩をしたのですが、途中から少し目がね痒くなってきて、耳の症状もひどくなりました。花粉の影響かなって思って調べてみると、耳が詰まった感じになるっていう症状も該当しそうだったんですね。私は昔は花粉症って全くなかったんですけど、最近はその突
年によって花粉がちょっと辛いなって感じることが出てきたので、今年は花粉症がひどいのかなって勘違いをしてしまいました。その時のね、私はのんきにね、インスタのストーリーズにバナナの動画をアップしてたりしたと思います。はい、でも何度も換気扇が回っていないか確認するほど、ずっとっていう強い音が聞こえるようになって、頭痛も出てきたんですけど、症状に波があったので、良くなってきてるかなって思う時もあって、忙しかったのでなかなか時間を作って病院に行こうとすることができませんでした。あんまりね、病院行くの好きじゃないから。違和感を感じてから6日目の朝になると、起きた瞬間から明らかに耳と脳の間くらいで換気扇がフル回転しているような音と、あと耳の圧迫感がひどくて、で圧迫感っていうのはエレベーターとか飛行機とか気圧の変化が大きい時に耳の詰まったのを唾を飲み込んで治すみたいな経験が一度はみんなあるかなって思うんですけど、詰まった感じがずっと取れないっていう感じです。あとは頭痛もあって頭がぼーっとしてすごく重たい感覚になりました。さすがに症状が重くなってきてるっていう風に感じたので、その、ね、翌週の方が予定があったりとか、さらに忙しかったので、やっぱり早めに、花粉症のお薬もらいに行こうかなみたいなって考えて、最寄りの耳鼻咽喉科を受診しました。結果、突発性難聴という診断を受けます。突発性難聴っていうのは、突然耳の聞こえが悪くなったり、耳鳴りやめまいなども起こる原因不明の疾患です。私は数年前に友達が突発性難聴で片耳の聴力がほぼなくなったっていうことを聞いていたので、早めに治療しないといけない病気っていうことはなんとなく知ってたんですけど、病院では発症から1ヶ月を過ぎると聴力は完全に戻らなくなると言われているそうで、私は発症から6日目に受診したのですが、看護師さんにギリギリですよって言われました。記事によっては50代に多いとか40代から60代に多いって書いてあったんですけど、突発性難聴になって通院している方は今は大学生が多いとか、幼稚園児、ちっちゃい子もよく来るんですよってお医者様がおっしゃってたので、現代の生活習慣も関係しているんだなって思いました。あと、ちょっと前に X、旧 Twitter でたまたま私が見つけた記事で、今若者を中心に11億人がイヤホン難聴になる危険性にさらされていて、このままいくと2050年には25億人が難聴で苦しむことになるって WHO がね発表してるっていうことで、ストレスとか睡眠不足だけじゃなくて、イヤホンで大きな音を聞き続けるっていうことも
難聴になる原因なんだなって知りました。しかも突発性難聴と違ってイヤホン難聴で落ちた聴力は二度と戻らないらしいので、心当たりのある方は爆音が好きでたくさん音楽爆音でツンツンツンって聞いてるよっていう方はイヤホン難聴についてね調べてぜひ予防してください。はい、気をつけてください。話を戻しまして、聴力や鼓膜の検査を経て突発性難聴と診断された私、お薬でももらって帰るのかな、お家で安静にしてればいいのかなって思ってたんですけど、今すぐ点滴をして明日からも毎日点滴をするために通院してくださいって言われました。耳の不調で点滴を打つっていうのがね、全くイメージがなかったので驚いたんですけど、内服薬のみっていうパターンが多くて入院の場合もあるそうです。私は中度の難聴で通院できる距離だったので、そこから10日間はステロイドの投与をしました。さらに大量の苦いお薬を飲むことになって、オレンジジュースが私の味方でした。苦味を一気に消してくれるので助かりました。今ちょっとねオレンジジュース高騰してるんだけど、点滴をしていた間聴力は戻りつつあるものの、耳の圧迫感と耳鳴りは続いていたためか、近くで会話すれば聞き取れるレベルではあるのですが、すごく聞き取りづらくて、看護師さんとの会話も何度も聞き返してしまう状況でした。で、一度すごく強いめまいに襲われたので、めまいの薬も追加で処方していただいたり、あとは平衡感覚も落ちているからか頭とか体をぶつけることも増えて、改めてお耳って重要なんだなっていうのを感じました。結構な量のステロイドを投与したので、副作用でとにかく毎日ずっとだるいし、顔もむくんで重たいし、早く治したいって思っていろいろ調べた結果、鍼治療が難聴にいいっていうのを知って、難聴に特化した鍼灸院に行ってみることにしました。そこでは鍼治療やマッサージはもちろんなのですが、自分の体が今どういった状態で難聴やめまいがなぜ起きているのか軽く説明していただいたり、治っても再発率の高い病気なので日々の心がけが重要ですよっていうことで改善のアドバイスもいただきました。そしてついにね、聴力が両耳正常値に戻って、私の療養生活第一章が幕を閉じたんです。パチ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 。もうね、点滴を打たずに帰っていいですよってお医者様に言われて、ありがとうございます、今までお世話になりましたみたいなって言って、待合室に戻ったんですけど、かかってるオルゴールの BGM でなんかグッときてしまって、思わず泣きそうになったのを覚えてます。点滴を打たずとも飲み薬はまだ1週間継続だし、また症状がぐっと悪くなることがあればすぐに来てくださいって言われたので、
安心はねできなかったんですけど、帰り道こうテクテクって歩いて、テク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 、大げさじゃなくて、もう世界がねパーってとっても鮮やかに色づいて見えたんですよ。生きてるんだみたいな。お薬は飲みつつ、鍼灸院にも通いつつ、再発しないよう様々なことを改善して、すごく気をつけながら生活をしていたんですけど、数日後、顔全体と体のところどころに蕁麻疹が出てしまったんですね。薬の副作用かなって思って病院に問い合わせたところ、多分お薬かな、でもどのねお薬が影響してるかわからないから一旦全部1種類だけ飲んだんですけど、それ以外飲むのやめて、詳しいことは後日の診察の時にってなったんですね。しかし次の通院の前に私の療養生活第2章が幕を開けてしまいました。大泣き。それはね、テレビを見ていた時、鍼灸院の先生にめまいの注意点として急にこう振り返ったりとかしちゃダメですよって、首とか目だけこう向けて喋るんじゃなくて、体をごと正面に向けて会話をしてくださいって言われてたんですけど、テレビを横目で見ちゃったんですね。こっち向いてて、なんかチラチラみたいなで見てたら、急に目の前がグラグラグラって歪んできて、これちょっと嫌な予感がするから横になろうかなって思って立ち上がったんですね。しばらくその歪みが治らないというかひどかったので、そうしたらもう立ち上がった瞬間、目の前が回転して立てなくなるっていう、今まで経験したことのない過去最大の激しいめまいに襲われたんですね。そこから数時間全く動けなくて、テレビを見てる時はご飯を食べてる最中だったんですけど、動けるようになっても吐き気がすごくて、ご飯も食べられなくて、そもそもめまいがずっとこうグラグラが治らなくて、初めてだったからどうしたらいいかわからなくて、そのまま翌日になりました。症状はもうそのまま変わらずだったんですけど、関節の痛みとだるさもプラスでひどかったので、熱を測ってみたら38度超えてたんですね。やっと頑張って良くなったって思ったのに、なんでってなって、もうフラフラになりながら耳鼻咽喉科に行ったんですけど、インフルエンザでもコロナウイルスでもなく、高熱の原因はわからないってなって、一旦こう菌を退治してくれるお薬を処方していただきました。しかしね、そこから症状は改善されずに、熱が38度5分、37度、38度1分、35度9分みたいな、もうそういう感じで高熱と平熱をこう繰り返す日々が始まりました。でさらに聴力が過去最低値を記録してしまって、初めよりも強い点滴での治療を検討しなければいけないですねっていう話になっ
ったんですけど、そもそも熱がね下がらないので、点滴に耐えられるほどの体力は今ないですって。なので回復させてからにしましょうっていうことになりました。それからは本当に毎日苦しい、辛いっていう感じで、荒波の中の船に乗っているというか、それは経験ないんですけど、スイカ割りの時のぐるぐるバットをやった感覚というか、とにかくびっくりするくらいずっとこう揺れていて、まっすぐ歩けないんですよ。でもう24時間ずっと地震がね起きている感じなので、日常生活もままならない状態で、耳もねよく聞こえないので、特に外を歩くのが結構怖くて、通院もかなり苦労しました。車がね走ってきてるのがあんまりわかんなかったりすることもしばしばあったので、熱は38度まではいかなくなったものの、ずっと下がらないので、紹介状を書いていただいて、大学病院で検査をすることになりました。造影 MRI や CT 検査、めまいの検査、血液検査とかね、あと大学病院以外でもやったんですけど、初めて自分の脳神経検査の動画のようなペンを目で折ったりする検査をして、本当にこういうのってやるんだなって、自分は勉強して動画を作ったんですけど、体験したのが初めてだったので、おーって思ったりしました。大学病院の中でも複数の科の先生に見ていただいて通ってたんですけど、発熱の原因は結局わからず、お耳とめまいについてはメニエール病だっていう診断を受け、今に至ります。現在の症状は、熱はね約2ヶ月間高熱と平熱と微熱を繰り返してたのですが、だんだんと落ち着いてきました。で、めまいはもう1ヶ月半一時も治らなかったんですけど、めまいのない日がねだんだん増えてきて、たまにグラッときたり、目の前が歪むというか、頭がクラクラして辛いっていうのが数日間続くことはまだあるんですけど、どちらかというと何もない日の方が今は多いです。お耳はASMR 動画を作れるくらいまで回復したのですが、耳鳴りとか痛みがね痛いみたいな、たまに出たりとか、難聴の方に多い後遺症らしいんですけど、今までなんともなかった音がすごく不快に聞こえたりとか、耳が聞こえないって思ったら今度は聞こえすぎて耳が辛いみたいな症状も稀にあるっていう感じです。初めにお話しした通り、突発性難聴っていうのは突然耳の聞こえが悪くなったり、耳鳴りやめまいなども起こる原因不明の疾患なのですが、それが繰り返し起こる病がメニエール病です。発作の内容も起こる頻度も期間も人それぞれで、
耳鳴りと耳の詰まった感じのみっていう方もいれば、私のようにめまいや吐き気があったり、重度になってくると身体障害者手帳の交付があるくらい生活が困難になってしまうような病気です。で、お医者様にもメニエール病は治るっていうよりも症状が悪化する人がほとんどで、治る確率は3割くらいだねって言われたんですけど、私なら治せるというか、大丈夫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 って言い聞かせながら生活してます。そしてこれからの活動についてですが、安心してください。ほぼ変わりません。ほぼっていうのはやっぱり今も症状がね全くなくなったわけではないので、動画制作が思うように進まないことが多々あります。この数ヶ月間、2日に1回はどこかの病院で治療や検査をしていたくらいなので、その間にできなかったことがねたくさん溜まってるっていうのもあるんですけど、頑張りすぎてまた発作が起きて動けなくなっても困るので、今までよりも休みをしっかりとるとか、遊ぶ時間を作ってリフレッシュをしないとなって思ってます。なので投稿頻度が少し下がるかもしれないって言おうと思ったんですけど、もともとがそんなに頻度が高くないのでほぼ変わらないかなっていう感じです。こう言うとね、無理しないでくださいっていう方がねいるかなって思うんですけど、ありがたいことに。でも動画投稿していつの皆さんからコメントや高評価で元気をもらったり、再生回数を見てたくさんの方にね動画を見ていただけてるんだなって思うと、それは私の生きる上での活力になるので、この YouTube に関わってる時間もとっても大切なんですね。なので心配しすぎずに、でも応援は今まで以上にしてください。何様。一時期は本当に日常生活にも支障をきたすほどの聴力だったので、もう一生 ASMR 作れないんじゃないかなってとっても落ち込んだし、そもそも熱もめまいも吐き気も難聴も治らなかった。特にひどかった1ヶ月半は普通にご飯を食べたり外に出て遊んだり友達に会って笑ったり、もうそういうの一生できないんじゃないかなって思うくらいだったんですよ。気持ちはね前向きになろうってしてるのにこらえきれなくて泣いちゃうことも何度かありました。今も治る確率が3割ってへこむなって感じではあるんですけど、逆にね3割も治るんだって思えばいいし、心はめっちゃ元気な
優しい皆様、本当にご心配はなさらずに。でもこれまで以上にパワーは送ってくださいね。はい、送ってください。キャッチ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 。ちなみに私は今回この病気になっていくら飛んだと思いますか？なんとね、数十万円が飛びました。パタ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 。毎日のように病院に行っていろんな検査をねしていただいたっていうのもあるんですけど、鍼灸院でかなり集中的に治療したのがとってもお高かったですね。ただ健康には変えられないですし、これからも通うんですけど、3桁行く前に完治することを祈ります。本当に治ってくれ。でも貯金しててよかった。貯金大事だよ、本当に。針のね、その先生たちもすごく優しいので、いろんな学ぶことがあって、勉強代です。本当に健康であることが一番お金がかからないなというか、かかるかもしれないけど、どうせね使うなら楽しいことに使いたいじゃないですか。ということで次はみんなも危ない生活する上で注意すべき点についてお話しします。突発性難聴もメニエール病も原因不明なのですが、ストレス、過労、睡眠不足、悪天候、不規則な生活などが引き金となる可能性があると言われています。どれも大体の病気に当てはまりそうなんですが、特にストレスとコリをためないことが重要だそうです。ストレスというと精神的なものを思い浮かべがちなのですが、それだけではありません。例えばね、風邪をひいたり、ちょっと腰が痛いな、肩凝ってるなっていう肉体的な損傷もストレスですし、引っ越しだったり新年度で新しいクラスターとか、そういった環境の変化がストレスになることもあります。また睡眠不足でストレスがより溜まりやすくなったりもします。仕事、勉強、家事、育児、ちょっと最近忙しくてここ数ヶ月あまり睡眠時間を確保できてませんでしたとか、新年度で年末年始で休む時間なくてとか、その時はね乗り切れても、ちょっと経って落ち着いた時にどっと体にね現れるパターンが多いみたいで、私も今回どの病院でも最近忙しくないですかとか、忙しいのが落ち着いたとかじゃないですかって聞かれましたね。突発性難聴になる患者さんの大半は睡眠不足が当てはまるんだそうです。コリをねためないっていう点についても、私は今回とっても実感したのが睡眠との関係で、疲れてるのに眠れないとか、寝つきが悪すぎて気づいたら朝になってるとかよくあったんですね。精神的な問題で眠れないことももちろんあったとは思うんですけど、今回初めて鍼灸院に行ってみてほぐしていただいたら、今まで経験したことないくらいのありえないスピードですぐに眠れるっていうなったんですよ。
難聴の原因は首と肩のこりっていう方結構いるらしくて、こりってバカにできないんだなって学びました。コロナ禍以降、リモートワークとか学生さんもオンライン授業が取り入れられたりで、おうち時間増えた方って多いですよね。今は通勤通学が昔のように、戻りつつはあると思うんですけど、それでもデスクワークで同じ姿勢でいることが多かったりとか、仕事以外でもスマホ、タブレット夢中で見てる時間ってある方がほとんどじゃないですか。小中学校でも今授業にタブレットとかね使用する時代ですしね。私はめまいの症状があったので、生活の中でこういうことを気をつけてくださいねってアドバイスをいただいてたんですけど、その中にスマホやタブレットを見るときは必ず目の高さに持ってきて見てくださいっていうのがあって、調べたらこれはめまい予防っていうだけじゃなくて、かなりねこのこりの原因になるらしいんですよね。こうやって下向いて夢中で見てると、頭って本当に重いじゃないですか。なのでいつもスマホを見る角度だと余計にね首に負担がかかってるんだと思います。というか当たり前にこの細い首で大きい頭を支えるので大変ですよね、首は。ありがとう。なので気づかないうちに首や肩が凝って幼稚園児でも突発性難聴になってしまうっていうのは、現代の生活習慣が関係しているんだと思いました。私もね、自分がそんなに凝ってるっていう自覚なかったんですよ。ちょっと美容院で凝ってますねって言われることはあったので、あ、そっかぐらいだったんです。だから本当に意外とみんな凝ってると思う。みんなこりはね、突発性難聴だけじゃなくて様々な大きな病の原因になるので、本当に怖いんですよ。調べたら怖いよ。なのでこりをほぐすことは重要です、はい、マッサージとか鍼灸院に無限に通う財力があればいいんですけど、厳しいのでとにかく腕を振って歩いてください。肩周りの筋肉がほぐれることによって首、肩の詰まり防止になるので、肘を前じゃなくて後ろに大きく振るようなイメージで、肩甲骨をね動かすような感じで、よくおじいちゃんとかおばあちゃんが元気に腕を振ってウォーキングしてるのを見かけませんか？あれね、実はかなり大切なことされてたんですよ。私も最近見知らぬおじいちゃんおばあちゃんと一緒に公園をウォーキングしてほぐしてます、はい、恥ずかしいなと思うんですけど、そんなこと言ってられない体なのでみんなもやってください。みんなでやれば恥ずかしくない、そしてみんなでね健康になれるっていう、一緒にやりましょう。腕振りウォーキング。デスクワーク中だと外に出てウォーキングするって難しいと思うので、肩を定期的に回す。よくこうやって肩回す人
回すときはこうやって腕をブンブンってするんじゃなくて、肩にね手を置いた状態で肘で大きな円を描くように、肩甲骨が回ることをね意識してやってください。あとはシャワー浴じゃなくて、湯船にゆっくりとしっかりと浸かることも大事だし、姿勢を正しくすることも大切かなって思いました。ちょっと前の動画で自分の過去とか最近のことについて話したんですけど、私はここ数ヶ月でとっても自分が成長したって感じてるんですね。でも、もう昔の闇時代に積み重ねてきたものは大きいみたいで、体育座りをして前傾姿勢でこうやって丸まってたのはすごく良くなかったなと思います。スマホ首どころじゃないくらいいつもうつむきだったので、そのおかげで首と肩がガチガチにね凝り固まってしまったし、首のシワも深く刻まれてしまったので、あんま見えないかもしれないけど、すごくねこれも悩みなんですけど、なのでスマホもタブレットもゲームもお仕事も姿勢に注意して定期的にね体をほぐすようにしましょう。一緒に気をつけましょう。まあね、こうして動画を視聴してくださっている皆様の中にはやっぱり睡眠に悩みを抱えている方も多いと思うので、 ASMR を聞いてもなかなか眠れなくて辛いっていう方は、体のこりにもぜひ注目していただきたいなと思います。はい、メニエール病は現在指定難病外れたものの、やっぱり重度になってくると身体障害者手帳の交付があるくらい日常にかなり支障をきたす病気です。しくじり先生、私のようにならないように睡眠時間の確保、ストレスやこりをためない工夫を一緒にしていきましょう。もし同じような症状でね不安になっている方がいらっしゃったら、少しでも参考になればなっていう思ってお話をしたので、ちょっと症状についてのねパート長くなってしまったんですけど、冒頭でもお伝えしたように、一人でも多くの方に同じ経験をせず健康で過ごしていただきたいなと思っています。目に見えない病気は他人に理解されづらいから孤独との戦いでもあるとお医者様がおっしゃってました。確かに薬の副作用でむくみが出たりとか、免疫力の低下でまたあれがひどくなるっていうくらいで、突然発作が起きても見た目は普通の状態と変わらないです。だから外にね出るのが怖かったし、いろんなことを考えて余計に不安になることもありました。なんで頑張っても良くならないんだろう。もう普通にねご飯を食べたり友達と遊んだり ASMR 作ったりもできなくなるのかなって思ったら、本当に辛くて恐怖で涙が止まらなくなるこ
ことも、ありました。でもこの病気になってよかったというか、今でよかったって思うこともたくさんあって、やっぱり年齢を重ねれば重ねるほど体力も落ちるので、病気って治りづらくなると思うし、自分の体をずっと酷使しちゃって、もっと大きな病気になっていたかもしれないし、こうしてみんなにね、睡眠不足とかこりを甘く見てはいけないですよって、体をいたわることの大切さというか、そういうお話をすることも病気にならなかったらできなかったので、一本前の動画でいろいろあって、お化粧できる日がなくなっちゃってって言ってたのは、この療養期間のことだったんですけど、耳がね聞こえないので、いつも ASMR を動画を作ってる時間はメイク動画を見て勉強しようかなとか、そういうことをして、前回のメイク動画も作ることができたし、ちょっと次回予告をすると、今回の経験を生かすために病院に行くたびにいろんなことをメモしたりとか勉強して、知識が少し増えたので、新たなお医者様のロールプレイ動画を作ることもできたし、まだできてないんですけどね、脳神経検査の動画でよく見るようなペンを目で追う検査を経験できたこともちょっと感動だったりしたんですね。よくコメントでこういうのって本当にやるのって私の動画じゃなくても見るんですけど、本当にやりましたよ。私経験しました。あとは普段外出時って音楽を聴いてることが多いんですけど、イヤホンをしない生活をしていた期間は、駅のホームでね、掃除機をかけてる音がかすかに聞こえて、お掃除してくださってる方がいるなって感謝の気持ちを感じたり、道端で2匹の鳥が会話をしてる鳴き声がね聞こえてほっこりしたり、いつも感じないようなことに気がつくことができて、この時間も大切だなって思ったんですね。何より自分を大切にしようとすごく思えたんです。もっと体の異変に気づいていたわってあげようというか、なのでこの病気になったことは悪いことばかりじゃなくて、むしろ自分にとって必要なことだったんだって前向きに考えて、これからもゆっくりと直していければいいなと思ってます。どういったことが病気の原因になるかとか、体のほぐし方とか、軽くお話をしようって思ったんですけど、やっぱり伝えたいことをうまくまとめるって難しいですね。全部伝えられたかな。どうだろう。睡眠はとっても大切だっていうお話をしたのですが、皆様の睡眠やリラックスタイムのお役に立てるよう、今後もコツコツと動画制作をしていきますので、私にもコメントとか
高評価とかパワーをね送ってくださると嬉しいです。はい、私のことを健康にするためにも、皆様も健康で過ごしつつパワーを送ってください。はい、ここ重要です。はい、パワーをください。一緒に笑顔で健康で過ごしましょう。ではまた次の動画で。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくりと眠れますように、そして明日も素敵な一日となりますように。それではおやすみなさい。おやすみなさい。